これ上開きにしてますと、普通に抜けれてしまうんですね。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、アイランドに出てくる大型生物対応の衛星版万能簡単トラップのご紹介です。前回ですね、こちらに見えておりますアイランドの地上生物36種、こちらの1マストラップのご紹介をさせていただきました。今回はですね、それに入らない大型生物たちのトラップのご紹介となります。以前、ショート動画の方でご紹介させていただきました、こちらの生物も含めてテイム可能な万能トラップも合わせてご紹介させていただきますので、ぜひご確認いただければと思います。おまけとしてですね、海外勢の方が考えられたレックストラップであったり、ピノなどのトラップもご紹介させていただきますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まず、簡単万能箱型トラップのご紹介です。建築で使う新システムについては、前回の1マストラップの方でご紹介しておりますので、そちらご確認いただければと思います。必要な個数はこちら。では作っていきますね。ショート動画の方でご紹介しているんですが、若干変わりまして、三角土台使います。半分で済むんですね。高さはそのままで大丈夫です。距離によっては下ろさないとスロープをもう一個張らないといけなくなる場合はあるんですが、一個一個テイムするときはですね、壁を1枚張ります。続いて、ラージセラードア。これを横開きに設置します。ちなみに三角土台だけだと、この形にうまく貼れないので、壁を先に貼ってください。続いて、上側に、これは向きとしては、先ほどのものと90度角度を変えたものになります。そして、逆開きにしていただいて開けると。傾斜があると、こういうところで小さい生物は抜けれてしまうので、小さい生物で使う場合は、高さを下ろしていただいたり、傾斜に気をつけていただく必要が出てきます。基本的には大丈夫だと思うんですが、小型生物だけですね。続いて、スロープ。おおむねの生物はこの段差抜けれると思いますので、普通の高さでもいいです。一応万能的に使う場合は、下まで下ろしていただければと思います。以上です。これですね、この土台だけで設置しておりますので、土台を回収すると全部回収できるものとなっておりますので、回収も簡単になってます。この形でテイムできる生物がこちら。もちろんこのトラップ、前回お伝えした中型小型生物も入ることは可能ですので、ご活用いただければと思います。これと同じ仕様ではあるんですが、バージョン違いとしてですね、マンモスだけ総波力的に抜けれてしまいますので、一つ高くする必要があります。基本的にはさっきと一緒なんですが、まずは三角土台貼っていただきます。そのままでもいいんですが、一番高くまで貼っていただいていいと思います。次に4分の1壁を貼っていただきます。その上に普通の壁。そしてここからは一緒なんですが、ラージセラードアですね。上側も置くと。この形ですね。あとはスロープを置く。マンモスの場合はここ登れるので、基本的には1個で大丈夫です。ちょっと誘導が難しい場合はスロープを増やしていただければと思います。3マス増えたんで、ここ越えれなくなりましたんで、ちなみに今回横開きのもの下に置いたんですが、別にここに置いていただいても問題はないので大丈夫だと思います。マンモスだけ総波力あるんでね、ちょっと高さ的にここが抜けれてしまいっていうところがあります。こちらですね。拾えば全部回収できるというものになっております。
このトラップなんですが、ギガカルカとかも入るんですが、結構スペースがギリギリなようでですね、うまくはまらないので、誘導を含めてちょっと難しい可能性があります。実際テームするときはですね、この後ご紹介するものでご活用いただいた方が確実です。では実際レックス組んで試してみますね。ギリギリでですね、ここで離れないようにだけ気をつけていただいて、誘導していただくと、はまります。この状態であれば、どの状態にしても抜けることができません。ギガカルカの場合に関してはですね、万能トラップでも可能なんですが、同じ形でベヒモスの方で作っていただくと、サイズが大きくなるんで、捕まえやすくなるかと思います。それでもはまりますんでね。この後ご紹介するピのブロント向けのものにしていただいても大丈夫です。回収できるんであんまりコスト考えなくていいところもありますんでね。続いてですね、おまけの部分ではあるんですが、海外の方がですね、レックスの簡単柱トラップ開発されてますので、そちらも解説を含めてご紹介していこうかと思います。必要な個数はこちら。今回新システムとしてですね、柱なんですが、スナップすることができません。その代わり、切り替えていただくと横置きができるようになっております。こんな感じですね。これに縦置きしていただくと、1マス分の間隔を広げることができます。回収できるんで、一通り置いたら回収していただくか、1個ずつ置いていただくかということですね。真ん中に1個置いて、1マス分ずつ十字に貼った状態になってます。奥側にもう一段ずつ追加します。柱に対して壁が置けるようになってます。ただし、今回使うのは4分の1壁を置きます。以上です。これも簡単だと思いますんで、合わせてご紹介しておきます。このようにですね、向かっていただくと、離れるとこのように避けてきてしまいますので、極力引きつけていただいてですね、誘導していただくとはめることができます。この状態でレックスが抜けることができません。かなりコストも安く済むので、レックスのみであればですね、この手段を取っていただくとかなりいいのかなと思います。以上です。続いてですね、基本的にはブロントスピノ用のものになってくるんですけども、ギガとかカルカもこっちでテームした方が大きいので、はめやすいかと思います。必要な個数はこちら。まずですね、三角土台を置きます。これは高さそのままでもそんなに問題ないんですが、一番上までしていただいてもいいです。ここからなんですが、別に土台何でもいいんですが、間隔取りだけのものです。ここに土台を5つ置いていただきます。その奥に三角土台を置きます。ここは回収していくというものになってます。5個開けて三角土台を置くというものですね。で、これに対して壁を2枚。そして2段目に横置きですね。今回新システムとして壁の横に壁をこのように付けれるようになりましたので、以前できなかったんでね、このように置いていただきます。こっちも同じですね。T 字に置いていただくことになります。次にベヒモスの方のセラードアを置いていただきます。これを下向きに開きます。そして、あとは登るだけなので、スロープをつけていただくんですが、真ん中1本だけでもいいんですが、両サイド、上側、ここも T 字に置いていただくと、比較的登りやすくなりますので、誘導しやすくなります。斜めから入っても登れるようになりますのでね。これで誘導が可能です。高さ2段でないと抜けてしまいますので、この形になっております。今回、スピの土台に高さ2段の壁であれば、抜けることができなくなっておりますので、壁高くなっているんでね。ピノの場合ですね、この状態だと上を走って抜ける場合はありますので、ちゃんとはめていただく必要があります。ブロントをテームする場合、ブロントサウルスですね。で、登れるわけなんですけども、ここははまるんですが、なぜかですね、これ上開きにしてますと、普通に抜けれてしまうんですね。こ
これ下開きだと抜けることができないっていうものになっていますので、ご注意いただければと思います。スピノは上開きでも抜けないようです。基本的にはこっちで使っていただければというところですね。実際スピノ組んで試していきますね。ちょっと狭いんでうまく誘導できるかわからないですが、このままですね。まっすぐ誘導していただいて、止まります。これで抜けることはできませんので、ちょっと向こうにね、野生を召喚した時に海の方に行ってしまったんで、射殺したんですが、普通にですね、誘導していただくと誘導できるというもので、この隙間も抜けれませんので、下向きでも普通に誘導していただければ大丈夫だと思います。こっちの方が入りやすいです。上向きでも入らなくはないんですが、ちょっと引っかかるみたいですね、角で。まっすぐ誘導するときは上向きにしていただいていいかなと思います。以上です。続いて、おまけ第2弾なんですが、以前あったギガトラップに関して、今回使えなくなってます。ASA 版に対応したものをまた作られた方ですね、公開されてましたので、ご紹介していこうかと思います。必要な個数はこちら。まずですね、三角土台を貼ります。これちょっとスペースいるんでご注意ください。土台ですね、2個。三角土台。回収しながらでいいんで別に2個あればいいんですが、三角取りだけなので、この土台も素材は何でもいいです。今回ちょっと石でやってるんですが、鉄でやっていただければと思います。この状態ですね。続いて、4分の1壁を各場所に貼っていきます。この状態ですね。次に、まず普通の状態の三角天井を貼っていきます。この状態です。次に R ボタンで切り替えていただくと、石の三角屋根と別でもう一つ形が違うものがあります。コーナー用の三角屋根。これをこっちにつけていただきます。三角になるように、こっちにならないように、こっちでつけていただきます。この状態になります。この三角、コーナーに変えるのを忘れずにしましょう。角度が変わってきますので、これでスピノもギガもカルカもですね、捉えることが可能です。一応ブロントも入るようです。ただ、スピノとかはですね、ちょっと勢いあると飛び越してしまいますんで、そこだけご注意いただければと思います。これ全方向ですし、コストもそんなに高くはないので、これはこれでおすすめです。ギガとかカルカだとこの辺の方がいいかもしれないですね。ちなみに出入りは土台回収しなくてもこの上のルーフだけ外していただければいいので、そこから抜けていただければ大丈夫です。ちなみにこの壁を塞ぐとですね、他の生物たちでも捉えれるようになりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日ですね、後ろに見えております、アイランドの大型生物たちのトラップご紹介させていただきました。万能トラップでも使える箱型のトラップもご紹介しておりますし、海外勢のトラップもご紹介させていただきました。これでですね、地上生物ほぼテーマに使っていただけるかと思いますので、逃げるタイプでレアフラワー使うタイプは今回含めていないので、レアフラワーで呼べる子もですね、一マストラップの方で使えますので、ちょっと特殊テーマのですね、トロードンとかは前回の一マストラップ入るんですけど、狭いとですね、ちょっとテイムできないので、今回入れてません。万能トラップの方だと、ちょっとサイズ的にうまくいくかもしれません。ちょっと試してないので、もし試された方いればコメントいただければと思います。ベヒモスにしてもいいですしね、作りやすい部分はありますので、ちょっと高さだけ一番低くしていただければおそらく問題ないかと思いますので、お試しいただければと思います。またですね、気候生物や海洋生物はそれぞれ個別になってくるとは思うんですが、またおいおいご紹介していこうかと思っております。イニオグラタもご要望いただいておりますので、ちょっと仕様が変わってですね、前回のトラップそのまま使えないっぽいので、ちょっと研究してからですね、またご紹介させていただこうかと思います。
仕様変更とかがあってですね、修正含めてうまく使えなくなる場合が出てくると思いますので、その場合はまたコメントいただければと思います。次回はですね、ヘッドトラップの嬉しいお知らせと悲しいお知らせがありますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。